皆様こんにちは、無双ゲームズです。本日は裁きの試練を間近に控えてますので、チェインについてお話をしていきます。このチェインというものはレイドにおいてもとても重要なものなので、簡単にねご理解いただければと思います。まずチェインには2種類あります。攻撃タイプのチェイン、それから属性ですね、エレメントチェイン、2つのチェインがあります。そしてこの2つは、重複します。重複させるのが一番ベストです。一番火力が伸びますんでね。また裁きの試練なんかだとエレメントチェインのつないだ数でポイントがあって、攻撃タイプのチェインでつないだね、数もポイントがあるので、両方重複してつないじゃうのが一番ポイントも高い。レイドにおいては一番ダメージが出るというところなので、この辺を説明していきます。まず攻撃タイプには斬撃、一つ、打撃、射撃、魔法攻撃の5つと無区分攻撃、この5つのどれにも属さない攻撃ということですね。無区分攻撃6タイプあります。そしてエレメントには属性がありますよね。各属性、そして無属性というのがありますね。この辺をじゃあどうやって重複させていくのか、で重複しないものは何なのかということで、まずは攻撃タイプからいきますと、まず攻撃タイプのうちの2つですね。無区分攻撃は特殊なので最後にご説明します。攻撃タイプのうちの一つである魔法攻撃。魔法攻撃は攻撃タイプとしてのチェーンはつながりません。唯一攻撃タイプのチェーンがつながらないのが魔法攻撃です。斬撃は通常攻撃が斬撃のキャラクターがね、アビリティを使わず斬撃で攻撃していっても斬撃のチェーンはつながります。これは一つもつながるし、射撃もつながるし、打撃もつながります。ところが魔法攻撃はつながりません。これが一つ大きな問題ですね。では魔法を攻撃するキャラクターはどうやってチェーンつなぐのというと、エレメントチェーンになります。魔法攻撃でチェーンをつなぎたい場合はもうエレメントチェーンしかつなげません。魔力依存であれば全然話は別ですよ。魔力依存の斬撃攻撃とかなら斬撃チェーンはつながりますので、そういったところでまずね、ラムザのアビリティを見ていきましょう。まずこの三連撃というアビリティを見ます。注目するのはここですね。何度か説明してると思うんですが、このアイコン左側は物理依存ですよと。物理依存は何っていうと、ステータスの攻撃力が高ければ高いほど威力が上がるものになります。右側がエレメントと攻撃タイプ。白色をしてますので光属性攻撃、そして刀で切るマークですので斬撃攻撃。この攻撃は何っていうと、物理依存の光属性の斬撃攻撃ですよと。でつなげるチェインはっていうと、斬撃のチェインと光のエレメントチェイン、この2種類がつなげます。さらにこれ3連続攻撃ですからね。これで光が2チェインですか。3連撃だから2チェインですね。で斬攻撃も2チェインつながってるという状態になります。それではアトラクトスペルを見ていきます。これ左側魔力依存です。魔力依存というのは魔力が高いほど威力が高いというだけなので、右側はですね光の斬撃攻撃ですから、チェインが斬撃チェインもつながってるし、エレメントチェインもつながってます。ただしステータスとしてね、この攻撃を軸で使っていくんなら魔力が高い方がいいんですけどね、そこは無視して光の斬撃としてはつながってますよということになります。これでね重複して斬撃もエレメントチェインもつながっていきます。それでは通常攻撃を間に挟むとどうなるか、ね、ラムザが2体いたとして、1体目が3連撃を打ちました。で2体目も3連撃を打ちたいんだけど、その間にいたキャラクターが斬撃キャラクターで通常攻撃をしました。その場合は斬撃チェインはつながります。通常攻撃も斬撃チェインなの。ただエレメントチェインは切れます。通常攻撃は無属性です。通常攻撃にはエレメントチェインは乗らないの。エレメントは乗らないのでエレメントチェインはつながりません。ここが大きなところで、レイドなんかでダメージを稼いでる途中で自分の番が来ました。 AP がないです。じゃあ通常攻撃はダメです。通常攻撃をしていいケースも1個だけありますが、通常次に他の人に順番が回る、ボスより前に他の方に順番が回る場合は AP が切れてるんであれば、通常攻撃ではなくてバフで AP を稼いでください。次のターンにちゃんと、アビリティ使ってねエレメントが乗るものを使えるように
通常攻撃をしてしまうとエレメントチェーンが切れてダメージ、次の方がものすごいダメージ出せるはずが出せないで終わっちゃうのでね、そういったところを気をつけてください。例外としてね、通常攻撃していい場合、自分のすぐ後ろがボスだった場合、左の行動順で確認して自分が一番最後の攻撃だった場合、その場合はね、次の方には回らないので通常攻撃でダメージを出して、さらにまた通常でボスを叩けば AP も稼げるのでね、できれば横か後ろから、一番ベストは後ろから叩く、そうじゃなければ横から叩くんですが、レイドの場合ボスを囲んで動かさなくしている場合もあるのでね、その場でということもあります。 CT の消費の関係でね、その場で殴った方がいいこともあります。CT の話はねちょっと難しいんで、ものすごいざっくり説明すると、行動してアビリティを使う、要は移動して一歩でも一歩以上移動してアビリティを使うと CT 消費100です。では一歩以上移動してアビリティを使わないその場待機、これは CT 消費80です。今度逆にその場から動かない、その場から移動は一歩もしないでアビリティで攻撃するだけ、もしくはバフを貼るだけ、これは CT 消費80です。これ自分たちだけじゃなくて相手のボスも一緒です。ボスをその場で囲んでいると、ボスがアビリティを使うだけだとボスの CT 消費も80です。ボスが一歩でも移動して攻撃すれば CT 消費は100です。でこれね、CT が100溜まると次の自分の順番が回ってくると思ってください。そうするとね、ボスよりも早く行動したければ自分も移動しない、ボスも移動しない、自分も移動しないだと80消費ずつですよね。逆に自分が移動しちゃってボスが移動しないと、ボスの方がちょっと早く順番回ってきちゃうから、素早さの関係もありますよ。そのキャラクターの素早さの関係もあるんですが、 CT の消費だけで言うとそういう理屈になります。ここはねちょっと細かく動画に上げていらっしゃる方がいますので、そちらの方をね見ていただければと思います。手動でねすごく、トップレベルの方が配信をやっていまして、CT とかクロックとか幻影戦争クロックとか幻影戦争 CT とか打っていただくと、その方の動画にね出会えるんじゃないかなと思います。許可を取ってないんでねお名前は挙げれませんが、サムネを見ていただくとね CT とは何、クロックとは何とかね、書いてある方がいまして、ご存知の方もね多いと思います。手動が好きな方だったらおそらく知ってるんじゃないかなという有名な方ですねが動画に上げてますので、そちらを確認してみてください。もっとより詳しく、クロックの話は今説明していないので、クロックとかの話も出てきますので、今日はねチェインの話ですので、以上でラムザのところから離れたいんですが、この後ねアルテマというのを紹介します。魔力依存、ここは魔力依存なんでねチェインとかにはあまり関係ない依存だけなので、右側ですよね、これ魔法攻撃のマークです。魔法攻撃っていうのは先ほど言いましたけど、エレメント以外はつながらないよと。魔法攻撃自体はチェインつながらない。ただこれ色ついてないんですよ。色ついてないのは何ですかというと、無属性攻撃です。魔法の中にはアルテマとかフレアとか、あとドレインもそうかな、無属性攻撃があります。これはねもう無属性の魔法攻撃はチェインつなぎようがないです。魔法攻撃自体がねチェインつながらない、その上無属性なんでどうやってもつながらないので、チェインをつないでいる最中にはこういった攻撃はしないというのが大事です。それではね今度キャラクターを変えましょう。先ほど攻撃タイプ5つの他にね6つ目無区分攻撃というのを紹介しました。今ねクラウドというキャラクターで説明しますと、この攻撃無区分攻撃です。見ていただくと右側に攻撃タイプが書いてません。これがすごく厄介で、僕もねよく間違えるんで今日も確認してきました。無区分攻撃は無属性攻撃だと思いがちなんですが、無区分攻撃はこの説明欄を読む必要があります。無区分攻撃も無属性攻撃とエレメント攻撃と両方あるんですよ。でこの攻撃はっていうと、範囲内の対象に雷属性のって書いてありますよね。無区分攻撃なんですが、これにはエレメントが載るんですよ。ですので無区分攻撃の場合はこの下のね説明文をよく読むようにしてください。この攻撃の場合斬撃のチェインはつながりません。斬撃じゃないので。ただエレメントチェインはつながります。というね6タイプ目ですね。無区分攻撃というのは、エレメントが乗るものもあるので注意してくださいねということ。できる限り
攻撃タイプのチェインとエレメントチェイン両方つなげたいのでね、こういった攻撃よりもエレメントの斬撃でつなぐ場合はね、ということで、クラウドの場合にはね、もうラピッドチェインですね。あれ、ラピッドチェインどこ行っちゃった？これですね。これ3連撃ですから、これを使っていくんじゃないかなと思います。今回のボスは、ティファが特大で風属性のボーナスキャラが多いところを見ると、もしかしたら土かもしれないですね。もし土でティファを主軸に使う場合は、ティファは風属性の打撃になります。ちょっとね、自分が組んでるパーティーとかを見ていきましょう。ただね、ポーンと置いただけのパーティーです。はい。これでもしボスがね、土属性だった場合、風のエレメントチェインでしたら、ここで言うとね、ティファとガーガスがつなぐことができます。ただ打撃としてはね、ティファしかつながりませんよね。これはね、なかなか難しい問題ではありますし、キャラをお持ちの方はお持ちでない方もいると思うんで、そこまで気にしないで、エアリスお持ちであればね、スローをボスに、スロー耐性がなければですよ、かけていくと。で、ティファをヘイストして、ティファなるべくね、打撃、4連撃をつないでいくというような方法もありますし、時間が盗めちゃう可能性もありますので、理由はね、イエルマというのがボーナスキャラクターに入ってました。イエルマシーフなんでね、時間盗めるんですけど、イエルマ育ってないよという方も安心してください。ジザも盗めます。差はね、イエルマはボーナス中、ジザはボーナスがないというだけであって、もし時間が盗めるならジザを入れて盗めば、なんとジザは打撃ですから。ね、そういったことができます。風のエレメントチェーンをつないでいる最中にね、打撃を入れてしまうと、風のエレメントチェーンは切れてしまうんですが、ジザとティファだけなら打撃チェーンなんでね、そこはそれでいいんじゃないかなという。あとルシアっていうキャラクターが風属性にいるんですが、これもね、手持ち次第ですからね、手持ちでない場合、さらにこのバレットもね、格闘がございます。バレットにも格闘がございますので、打撃でつなぐならね、ジザ、ティファ、バレット、それから本当はね、理想系で言えばルシアですね。なぜなら連続剣があるから、エレメントチェーンがつながって打撃がつながって連撃が持ってるということなんですが、ルシアなんてね持ってないよという方がいっぱいいると思うんで、ジザだったらねお持ちの可能性もあるので、ジザティファでつないでいくこともできる。だから時間が盗めるからイエルマ必要だって言われた時もね、焦らないでください。ジザもビネラも盗めます。シーフがあればね SSR にも盗めるキャラクターはいますけど、おそらく新規で始めてくださった方の中にね育ってるとすればジザなのかなと思いますので、時間が盗めるよとなった時に焦らずジザでいきましょう。本日はねそういったチェインの攻撃タイプのチェインの話、そしてエレメントのチェインの話できれば重複させてくださいねということを簡単にお話ししていきました。またねポイントとか数字の話に関しては、裁きの試練が実際始まってからボスと戦っているところを動画に撮ってねそれを解説していければいいかなと思います。ただ一つ注意点がありまして、僕はトップレベルのポイントは出せません。そこそこのポイントなんですよ、いつも。そこそこのポイントですが、十分なポイントだと思うのでね、こういう感じでポイントっていうのは上がってきますよと。で自分の説明をね踏み台に、乗り越えてもっと上の得点を出していただければいいかなと思っております。本日の動画は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。失礼いたします。